毎度リトル関西でーす。イエイ。今週も高校卒業おめでとう月間中なので学校で制服を着てお送りいたします。本日やる企画は熱弁今ハマっているマイブーム。いいこといっぱいあるんです。もうほんまに1、2、3。おっ、1人なんですよ。1人なんですよ。20分。まず1人ずつ自分がハマっているマイブームや好きなものを熱くプレゼンしてもらいます。そして他の4人に共感をしてもらえるようにうまくプレゼンをするということでございます。ということで、じゃあ早速誰からやります？いつでも準備できてますよ。岡崎さんがすごい大人っぽい。いいですか？はい、じゃあ行きます。行くんかい？行く？お願いします。お先生おい、お前入れてんぞ。すいません。中にお前。じゃあ紹介したいとはい、思います。今日は何についてですか？本日のテーマ長湯かなってのアイドルアイス。はい西村先生は長湯のイメージありますよね。確かにお風呂中に電話かかってきますもん。そうですね。ほんまに。お風呂大好きおじさん。で、アイスも好きなイメージあるんで。はい、まずこの長湯ですね。はい。まずこちらがポイントでして、やっぱシャワーだけで済ませる方とかもいらっしゃる。コタちゃんそうですね。はい素早く行きたいね。僕はやっぱり仕事で一日疲れたこととかを癒す時間でございますね。そうそうそう。お風呂ってすごいいいって言いますからね。で、僕はですね、入浴剤をお、結構こだわっておりまして、こだわっている。入浴剤とかも結構家にも何種類か装備してあって、はい。豆腐に入れてますね。はい最近のお気に入りはちょっと森系です、僕は。森系。森系あそうですかと柚子系とミルク系とかもあるんですはい。森系ってどういった森匂いなんですか？香りが森の香り森の香りが変だね。で、色もグリーン。ウッドな感じなんかな？ウッドはい。おしゃれですね。木目な感じです。木目な感じなんや。お風呂木目になんの？お風呂木目がキャラが一個いけるじゃん。で、ここで汗をかけます、やっぱり。はい。いやそうありますね。湯船使っとくのって体力を使います。こんなん使うんですよ、先生。浮いてるんですか？体力こんなんする。アイス。アイス。はもううちにはもう常に6、7種類ぐらいのアイスが豊アイ富。スクリーム。でも今ハマってるものじゃないですか。今ハマってる。冬でもアイス食べるってことなんですか？食べるんです。別にいや家やったらまあ。この中でも僕が一番お気に入りなの。おい。ブリュレのアイスがあるんですよ。硬いんですか？じゃあ。ブリュレって焼いてるじゃないですか。あ、表面ね、なんか。熱いはずなんですけど、アイスなんですよ。これが不思議。ちょっとリッチなお値段なんですけど、はい。ぜひちょっと食べていただきたい。えはい。で、長湯して汗かいてリラックスしてからのアイス。これが僕の最近のマイブームでございます。おー、ありがとうございます。トークテーマ的にも結構なんか引き込まれるような。馴染み深いどころかもはやみんなすることやから絶対することですから。まあ盛り上げ手がうまかったのもあるけどもちろんね。そこはね。うわコタちゃんなんなんやろ気になる。テーマを変えていきたいと思います。散歩さっき言うなよ。正解です。どうも正解です。向いてないわ。向いてない。おじいちゃんっぽいとか、なんかめんどくさい今時ね、電車とか自転車とかあんのにって思ったでしょ。確かに。先生、何ですか？西村君寝てます。西村！起きなさい。あいい先楽しくないと思うじゃないですか。生楽しくなさ正そう直、めんどくさいし。そうやな。でもこれいいこといっぱいあるんです。もうほんまに1、2、3、4個ある。その書き方あれやん。大谷翔平とかが練習のあれでやってたやつやん。 4個はあるんですよ。うん。まずね、もうアプリアプリ死にかけてるやん今時のね、アプリはね、もう歩数計とかありますから、それで何歩歩いたら目標達成とか、あ、そういうことですね。そういうので達成していくっていう、
そういうのでやっていったらいいかな。ああはいはいはいなるほど。続いてがはい何新しい発見みたいな。そう正解言わしたねや全然。何や正解それ先生がなんか散歩しててなんか発見したこととか実際あったりするんですか？実際ありました。イルミネーションのところを冬に歩いてたんですけど、はいそのカップルまみれちょっと寂しいなっていう新しい発あかんよああまあまあまあいやあれうざいよやな。りたくない。見。そしてですねはいこれですね。健康なんです健康になれますからもうこれぜひ続けていただいて、そうやねそれはそうよで、最後は4つ目4つ目最後があれ適当に4つ書いた説あるぞ健康自信なくしてさそのめっちゃ薄いんよ内容も映ってるこれカメラにやめてもらっていいかな健康で分かっとるし見えてるんかな健康になれるかなっていうよかったアプリの達成もできて、新しい道も知れて健康になれるというおおでもいいことばっかですねいい散歩してきておください。金かかんないしねはいそう最後は確かにな。本日ちょっと僕が紹介するのは大大好き。犬はいいいやはい今回犬がテーマでございます、うんまあ3歳の時から犬を飼ってました愛犬家のイメージあるねはいはいはいそうなんですよ犬といえば、まあ、ちょっと怖いのイメージがあったりああ僕はまあ確かに猫派やったりそうそれなんですよちょっと苦手それなんですよそれなんですよそれなんですよ犬か猫これね漢字わかんないんでやめときますけど漢字わかんないんでやめときますけど犬か猫どっちが好きですかっていう質問ってもう100回ぐらいは多分聞かれるちょうど100回ぐらいされそうされる質問でまあトーマさんからじゃあ聞いていきましょうかね、犬か猫どちらがあもう猫派ですね猫派はいはいどっちもいける。どっちもいけるまあ犬も飼ってましたし最近猫好きですしねはい僕犬。犬派はい犬派じゃあまあ猫派1人どっちもいける人1人犬派がここで3人いるというこのリトル関西の状況ですけどまあこの今の猫派と犬も猫もどっちもいけますよ派のこの2方今日でもう犬一択えぐいそれはあそれはえぐいら犬一択になっちゃいます犬のいいとこじゃあ言っていこうかな、はいまあ実は犬やっぱ猫と違って結構かまってちゃんやからこうお仕事疲れて僕たちお仕事してますよね家に帰った時とかもすごいかまってくれるおうどうですかこれかまいやってくれる。もういいんじゃないですか疲れてるからほっといてよほっといてほしい時も俺らが猫みたいなさあ、時々来てくれるのがいいじゃない。本日の授業終わります結局何がいいかでもこんな感じでいっぱい犬トークしてるじゃないですかあとはトアンチの犬めっちゃしつけなってないらしいいやなってないまだトイレ覚えてないらしい十何年間覚えてないじゃない忘れてほんできてないなんかマジかよおキャンプキャンプしてるイメージないけどな。インドアの塊やなキとャンプと釣りしてる。はいはい皆さはん、キャンプあるじゃないですか。キャンキャンプありますなんで僕が好きかわかりますか？いようなんかアニメではいアニメですキャンプのあそうなんやキャンプって何がいいか何がいいと思いますか？まあキャンプだからゆったりできる空自然間と触れ合い確かにあれは時間が長いのを楽しむもの。そうですねうんそのイメージはコンクリートジャングルから離れる離れて。うん釣り。はいなんで僕が釣りハマったか知ってますか？いやハマってないですよやってないやん何それ釣り経験ない経験はありませんけど。釣りなんで今回のしてきて。釣り楽しいよねこんなでっかいあるじゃないですか。こうやって炭でタイ買ったやつみたいな。パンってやったら。こんなでかいの取れましたよ。あれに憧れて。だからまだやったことないけど行きたいなって感じで。今あー下調べしてる段階ってことだよねはい。なるほでもそれ調べてる時が一番熱あったりするよなそうです。多分行かない。でも欲しいねそれこそ一回行ってみやそのキャンプまではハードル高いかもしれんけどさだから今度行きたいなって感じでまた誘うんでね。あいいですかはいじゃあ誘ってくださいガーのパパについてってもらおう。
まあルークは結構おしゃべりも達者ですし、確かに結構趣味とかもねしっかり持ってる人やから。浅いですから早速行きましょう。あおグレートティーチェポーポーポー。いやそうなんです。これね、僕がもうずっと大好きと言ってる趣味なんですけど、はヒップホップとはそもそも何か。ヒップホップっていろんな要素があるんですよ。もちろんラップとか、DJ することとか、それこそ絵描くこと、グラフィティみたいな、とかファッションとか、それこそブレイクダンスとかもヒップホップの文化いっぱいあるんですよ。はいその中でもまあヒップホップの5大要素って言われるやつの中にまあそういうファッションとか入ってくるんですけど、その最後が5大要素、一番最後につけられたのが知識なんですよね。知識。ヒップホップに、そうヒップホップが生まれたのはそのアフリカ系アメリカ人の方がルーツの音楽のジャンルなんですけど、はい。まあ、そこから生まれて、まあ、自分たちの過去を知ろうっていうので最後5個目に知識というのがヒップホップの要素で追加されたんです。そうヒップホップってめっちゃ最近にできた文化で、もう1970年代ぐらいなんですよ。最最近めちゃめちゃ最近なんで、そんなまあ50年ぐらいですか、はいの歴史、まあ本気出せばもうミーハーが1日で「お前ミーハーや」って言ってきた人を越すことなんて誰でもできるんですよ。おお、知識として。まあニュアンスですよ、ニュアンス。こういう感じでアメリカがあるとしましょう。ははい、でこっち、まあ、真ん中、まあ、大まかにですよ、もう真ん中にこのシカゴとかいっぱいあるんですけども、まあ、分断するとしてこっちが東、こっちが西ってなると、もう東にしてもヒップホップの装いっていうかなんか風貌は全然違います。もうでも初めて聞くよっていう人には僕は正直西をおすすめしたい。それはなんでなんですか？いや、やっぱりノリノリな曲が多いから、はいはい。何か知らない人でも楽しめる。ああ。そうそうやし、ここの文化はギャングスタラップって言って、まあ、ちょっとダークな内容、ここに住んでる人たちの日常を歌ってる歌やから、その人からしたらリアリティラップなんですけど、まあ、ちょっと僕らから想像できないような生活を送ってるんで、まあ面白いと。はいはい。はい、だからこういうヒップホップいろんな要素あるけど、知識に関してはもうミーハーやって言われてもすぐ追いつけるんで、それは全然大丈夫。まず西のヒップホップから聞いていって、みんなにヒップホップにハマってほしいなと僕は思っております。おお以上。ありがとうございます。かっこいいな。じゃあ誰が一番良かった？まあ個人的にみんな。多数決まあまあまあそうなんでもいいかな。何を一番やりたくなったかってこと。そうやね。一番まあ引き込まれたあなるほどねいいですし。僕は3おお。俺逆にキャンプやおお、そうなんや。俺はねヒップホップかああ、よかったね、ヒップホップ。いや、今日もヒップホップよかった、すごい。マジな。ほらうん。圧倒されます。もっと聞きたくなっちゃった。いや犬猫はまあ、犬猫あれ、ネタ枠っていうのもある。結構、自覚あり。まあ、犬猫ね、いろいろありますけど、やっぱ皆さん犬にハマってるね。でも俺フェレットも気になるんフェレットいいね。あーフェレットねわかるわカワウソもいいし、かわいそうがね、この間リハ数ーサル難しいけどね。駅帰るまでの間イタチバーッと通っていったそんな地元にも黄色い人たちそれ自転車こいでたら挟まるから。